皆さんこんばんは。機動戦士ガンダムの時間です。本来ならね、木曜日にいつもプレミア公開でアップしているんですけども、今回はコアファイター編最終回コックピット制作になるんですけども、本当に凝りに凝った制作をしてしまいまして、撮りためた動画が14時間ぐらいありまして、これをね1個の動画にするとね、かなりのロングな動画になってしまうので、3部作に分けましたのこの2個目ですね。今回は見ていただこうと思います。3部作と言いますとね、やっぱ皆さんご存知の通りガンダムのね劇場版3部に分かれてますよね。この2部って言ったらね、愛戦士編でしたね。これは愛大工編って言ったところでしょうか。残念なことにね、このガンダム制作の動画は最初から大工要素は皆無なんですよね。これだけね合板といえど木にこだわってね制作しているにもかかわらず、これからっていうか今若い大工さんのためになるような動画でもないですし、またね DIY されてる方のためになるような役立つような動画でもないというね、またねこれ変わったジャンルだと思います。本当に自分が好きなものを、このね大工っていう20数年ぐらいやってきました。このね技術だったり経験知識、センスあるんかな、そういうらをフルにね活用して、ほんとひたすらもう好きなように作るっていう動画なんでね、これ本当にただただ自分のためのみたいなもんなんで、こんなもんにねいろんなねたくさんの方がこう見てくださるっていうのは本当に嬉しいものです。本当に僕が好きなものを好きなように作って、それにね皆さんがこう共感っていうかね声をいただけるって、こんなに嬉しいことは本当にないです。本当にありがとうございます。ララーにはいつでも会えるからっていうようなニュータイプではないんですけどね、いや本当に感謝です。ありがとうございます。今回はねこのインパネ周り、航空計器っていうんでしょうか、メーター周りを作っていきます。今一生懸命進みしているのはインパネの本体ですね。こいつをね、木目を合わせつつ、いつものあれですよ。はい。一つのね木から作ったかのように、目を合わせていきます。全体図が描けました。この線のねちょっと隙間空いてるのは丸のこだったり手のこの半分だけ逃がしてるっていう感じですね。木目を合わす作りって言えば簡単に言えば折り紙を折るかのように作っていくっていう感じですね。合板表面にマスキングテープを貼っていきます。これでねバリの防止ですね。これとですね両面テープで、木を固定して切るぐらいですかね。僕の使える技っていうか DIY でね、本当に参考になるの多分これぐらいです。すいません。木目のつながりを意識する、制作をしだすと、こうやってねもうまっすぐ切断できない箇所が多々あってね、これが厄介なんですよね。
こういうのは一旦すべてばらしていく作業からスタートですね。本当はどの切断面も直角じゃなくて、角度をつけて切っていきたいんですけども、一つ一つの木目を合わせていこうとすると、できないんですよね。このインパネの形状や、計器、メーターの数とか形だったりは、アニメを見て、それを参考にしたわけなんですけども、でも一番欲しい情報はサイズ感なんですよね。やっぱね、アンバランスな形だとね、見た目もねすごい悪くなるんでね、ここがね一番欲しいんですけど、ないんですよね。このインパネ本体の、形状だったりサイズ感どうやって決めていったかと言いますと、一旦このアニメのねインパネ、メーターの方の形を一回かたどりました。そこから僕のコアファイターに入るサイズ感にしていくわけなんですけども、ここがやっぱりね本当に厄介でした。ただただ、入れようとするとねちっちゃくなっちゃいますし、そしてこのコアファイターコックピットが稼働します。このね稼働によってねキャノピーとの干渉が生まれるんですよね。そこの問題解消にかなり時間がかかりました。なかなかそういうのはね動画内でお伝えすることができないのが残念なんですけどね。これからすべて角度をつけて切っていきます。さすが丸のこですね。しっかりバッチリ切れますね。このパーツがインパネの中心の部分になるんですけど、一番大きくてですね、他のパーツはもうこれ以上ちっちゃくて、丸のこではちょっとあれなんで、もうすべて手で切っていきました。やっぱりね手で切ると一発でパシャッとねバスッと斜めにね角度つけて切るのは難しいですよね。まっすぐでも難しいですけども、カンナでね綺麗に整えていきます。そういえばこの間の動画でどのカンナ使ってますかって来ましたね。メーカー教えてくださいみたいな、初めて来ましたね。あれ若い大工さんなんかな。いや僕がね使ってるカンナはねもうほとんどがもらいもんですし、今さっきのやつもねもう誰からいつもったかはよく覚えてないぐらいのもんでね、本当にねたくさんのねもうおじさん大工さんからいただいたものばっかりでね、やってます。いや腐るほどね一応持ってはいるんですよ。いただいたものばっかりで、買ったカンナなんてね多分3丁しかないんじゃないかな。この間のこのシートベルト使った時に削ったカンナ、あれは僕自分で買ったの覚えてます。それとねキワガンナって言って、右左、ちょっとキワを削るやつがあるんですけど、それ右もらったんで確か左は自分で買ったと思いますし、あとね南京ガンナってちょっと特殊なやつ、あれは買いましたね。それ以外は多分全部もらいもんじゃないでしょうか。このねいつも登場する飲みもねもうもらいものです。親方から最初にもらったやつですね。いいものではないんですけどね、やっぱり僕にとってはすごくいいものですね。一発で綺麗に切れなくてもね、削り代さえ超えて削らなければ、いつかはね綺麗にビタッとつくっていうことですよ。そんなに難しく考えることじゃないですね。と全部切り終えたんで、組み合わせていきます。今作っているパーツはこのインパネの外部側ですね。なので正直見えることもないと言いますか、この内側はねメーター周りがしっかりビシッと並ぶんでね、皆さん多分そっちを注目すると思うんで、こっち側は多分見ないと思うんですよね。切断面がねピシッと揃ってるとやっぱ裏も綺麗ですよね。なんとも言えない感じです。
ボンドを塗ってこの切断面をね合わせてこうね綺麗にピシャッと合っとる、ここが一番気持ちいいポイントですね。まあいい感じに組めたんじゃないでしょうか。次は皆さんお待ちかねでしょう。インパネの内側作っていきます。先ほど作ったものの内側をかたどったものです。これをね、移していきます。こいつがインパネの正面になりますね。ここにメーターがババンとつくところです。このくぼみはですね、前回の動画で作った、操縦桿のサイドパネルがここに刺さってくるところですね。裏側はですね、ここをね、ひぎ一層と少し残ししていきます。まだ干渉することになるんで後で撮るんですけども、一旦これで裏側は完成です。この形状かつね、この真ん中をねそぎ落としていくわけなんですけども、ここに何が来るかもう皆さんならお分かりだと思います。そうです。ここにはですね、このコアファイターの操縦桿が刺さるとこですね。こっから操縦桿がね生えとるような形になります。ここに刺さる操縦桿もね、僕が作るんですからね、皆さんの期待を裏切らないようなものを、後半に出てくるんでお楽しみにしてください。ここでね、インパネの内と外を一体化していきます。貼り合わせていきます。見てもらったらわかると思うんですけど、このね内部側はね、この外周面一層と少しだけ控えたサイズになってます。これはね後でもう一発細工するためにこういうようにしました。これでだいたい本体部分が完成しました。一旦ねサンディングしていきます。
とりあえずサンディングしました。綺麗についたんじゃないでしょうかね。いい感じです。そしてこの外周少し控えたところなんですけど、ここをねちょっとなんでしょう、バイザー的な感じでしょうか。バイザーまでいかないんですけど、少しね影を作るように作っていきます。この後半の1層と少しを残した端材、こんなんはね今までのこのコアファイターの制作で出てきた本当の端材なんでね、これからほとんどね作ることなく制作していきました。この部材なんて言うんでしょう、バイザーと言いましょう。こいつもね一つ一つ角度をね拾って、それを取り付けていきました。やっぱねこういうのがねピタッとはまるとねすごい気持ちいいですよ。本当に最高な気分ですねこれは。でもこういう細かい仕事するときはダメなときって本当何してもダメですよね。あれ何なんですかね。最後も、バチッと決まりましたね。いいんじゃないでしょうか。これでねインパネの本体部分完成ですね。いい感じでしょ。ちょっとここにねメーター周りガンガンついていくわけなんですけど、ちょっとワクワクしませんか。これから各メーター系の製作に入っていきます。結局ね何が何のメーターなのかは全然よくわからないんですけども、アニメ見る限りのものを作ってみました。でも前回でもお話ししたんですけども、昔のアニメだからなんでしょう。一話の中でもねコロコロ変わるんですよね。場面変わるごとにね本当に変わるっていう、ここまで変わるかっていうぐらい変わるんですよ。もうボタンがねここにはあったり次はなかったり、形状も少し違ったりでね、もう一体何を信じたらいいのかなっていう、ところだったんですけど、一応とりあえずね一番最初のアムロが乗り込んだところ、こいつ動くぞのところですね。あそこのねところ、一番それに近づけようと思って、そういうような形状にしました。そこに映っとるものは全て取り付けようかなっていう感じですね。先ほど作ったのが一番上部に2連ずつ、左右で4連になっているメーターですね。これはです、その下の、ほんのね少しサイズが大きいのかなと僕は思って作ってる、1つメーターですね。1つずつ左右で2つですね。上部の4連は6ミリで穴を開けて、これはね7ミリで穴を開けました。1ミリの差ですけどね、ちらっとわかる感じでしょね。先ほど作ったものを、メーターですとして、完成っていう形でもいいんですけど、ちょっとねやっぱ味気ないんで、先ほどのね穴開けたところにもう一発ね丸で作ったものを彫り込んでみようと思います。
本来ならメーターなんで、針が入って、秒針みたいなのがついてて、風防がかぶさってるような今イメージですよね。風防を見立ててね、こうアクリルとか入れたらね、もっとディティールアップするのは分かっているんですけど、やっぱね、異素材をあんまり取り入れすぎると、やっぱ合板で作ってきた意味がないと言いますかね。キャノピーは例外として、あんまりね、そこはちょっと違うなと思ったもんで、合板で風防のようなものをこれで表現できたらなという思いで作りました。だからこの6ミリ開けたところにね、6ミリ入れたところで何の変化もないんでね、これを何て言うんでしょう、ドーム型と言いましょうか。そのような感じで少し削ったものを作っていきます。削ったね、削りカスもね、この両面テープでついちゃうんでね、サイドチェンジですね。やけどほんと両面テープ様々ですね。この両面テープはケチったらあかんですね。もうね、いいものはね、すぐ取れますし、粘着もいいんですよね。だからホームセンターで自社で出してるみたいなやつの両面テープは買わないようにしました。ですね、値段もね、差はあるんですけどね、性能にもね、かなりの差があることが分かりました。本当にガンダム作ってね分かったことですね、これは。一つ出来上がりました。一回ね、見てもらいたいですね。違いというか、僕のなんかこう思いっていうか、はい。どうですかね。なんか僕の言いたいことが分かっていただけますかね。なんかね、やっぱね、入っとる方がちょっとね、違いますよね。と僕は思うんですけども、どうでしょうか。なかったらなかったで別にっていう感じですし、あればあれで、あった方がいいよねっていう思うような感じですかね。これはね、一番真ん中についてる大きなね、レーダーなんでしょう。なんでしょうか。それです。見ましたか。今回本当にちっちゃいものばっか作っていくんで、何回もね、なくしました。今回これはね、すぐ分かったんですけどね、これ以上ちっちゃいものいっぱい出てくるんですけどね、もう何個かね、作り直しました。こういう細かいものを作るときはね、本当に床もしっかりきれいにしてね、周り何もない状態で作らんとあかんすね。本当飛んでったらどこ行ったか分からなくなるんでね、ガンプラ作っている方も絶対これはあるあるやと思いますね。これは一番大きくて遠ミリやったんで、作りやすいですよね。一回ハマるとね、僕もこういうのね、休憩なしにずっとできるタイプなんですけどね、ちっちゃいとね、目もね、ちょっとしょぼしょぼしてくるっていうか、肩に力入ってね、次の日バキバキでね、もう、ようね、頭痛になるんですよね。できました。これもね、いい感じの丸ができたと思います。
側のね作ったもの、これをね動画撮れてなかったんですけどね、合体させていきます。ちょっとね外周と段差つけてね影を作ってやるだけでね、一気に雰囲気変わりますよね。こいつは先ほどの丸のこう周りについとるバイザー的なやつですね。それ聞いてあそこねって分かる人はまあまあだと思います。一番最初に作ったメーターものを組んでいきます。いやほんと木工でねこんなにピンセットを使うとは思いませんでしたね。もうね A パーツにもこんなにも細かいパーツはないでしょうからね。ガンダムでの活躍はこのピンセット、このコアファイターで終わりかな。でも本当にこれコアファイターのためにね、この間の大阪の工事の時にね、大阪で買ったやつなんですよ。タミヤのピンセット。仕事をしてくれました。丸いメーターはねこれで終わりなんですけどね、あれがまだ残ってます。真ん中のね長方形の分かりますか？分かる人はまあまあですよね。多分分かる人結構いると思います。あれです。あれを作っていきます。最近ねガンダムに使う霧は統一してますね。これね竹用の霧なんですよ。けどむちゃくちゃ切れるんですよね。これ一回使い出したらねもうこれしか無理みたいな感じになっちゃうんです。ちょっとねお高いんですけどね、全サイズ揃えたくなりますね。一旦先にね中をねくり抜いて成形していきます。もう外部切り取ってからだともう取れないし、ぶち開けるだけなんで、もう先にね中を仕上げていきます。これはコアファイターの翼で出た端材ですね。この厚みは多分そうです。
表面が2ミリないぐらいですかね。ちょっとねギリギリでしたね。後ろね取れましたね。けどねこのままだとね積層が見えちゃうんで、この一周ぐるりをね積層を隠すように薄いのを貼っていきます。ここもね突きつけるところを角度をねしっかり拾って突きつけていきました。まあねこのパネル系の一番メインとなるようなねものなんでね、しっかりと作り込んでいきました。一周ぐるりとね貼り合わせました。これだけだとねちょっとあれなんで、これをね少し台形に削っていきます。っていうかね手がカサカサしすぎですよね。ちょっと恥ずかしいな。こんなアップになっとると思わなかったですね。全然みずみずしさっていうか、全然若者の手をしてない。若くないけども。一番ね手先映るんでね気にしてたんですけどね、もうそんなどころじゃなかったですね。ここら辺はもうひたすら集中してね制作に没頭しすぎてましたね。ほんと台形に削ったんですけどね、これ本当にほんのちょっとなんですよね。けどやるとやらんとはまた違うんでね。まだ仕上げまでのサンディングですけど、いい感じにいけました。これにねこれだけじゃなくて、この中にねもう一発掘り込んでみます。このねフレームよりもね少しだけね一段下がったような感じで、ちょっとね鍵ができるように掘り込んでみます。一発で合うようなことはないんでね、少しずつ当たっとる箇所を少しずつ削りながら合わせていきます。いい感じにいけたんで、これも組み合わせていきます。一体これは何のメーターでしょうか。確かドッキングするときもね、これメーターで確かガンダム映ってましたよね。違いましたかね。何を映し出すやつなんですかね、主に。主となるメーターあと一つ残ってるのお分かりいただけますか。あれ忘れてるとか思ってませんでした？それを作っていきます。このメーターはね、たびたび登場します。ビームを使いすぎたってやつですね。ビームライフルのね、残量ゲージですね。これ右ばっかりいつも、右の一番ね、左がいつも最後1個点滅するんですよね。使いすぎたっつって。左もね、どういう感じなんですかね、あれ。よくわからないんですけどね。いや、今回ね、本当にコックピット作るにあたってね、もう何回もね、いろんな場面をね、ガンダムを見ました。
この残量ゲージもね、いろんな場面で映るんですけどね、残量ゲージの本数数えたろうかなと思ったんですけど、やっぱりこいつもね、場面でね、違うんすよね。もう5、6本しかない時もあったりするんですよ、あれ。本当に一回確認してみてください。本当ですよ、これ。ですんでね、この本数もね、適当に、はい、掘り込みました。掘り込んだって、まあ切っただけなんですけどね、切って、まあ筋を入れただけなんですけど、本当にね、決まってりゃね、そのようにバシッとするんですけどね、大体で、はい、収めました。この時もゲリラライブしてたんですね。記憶にないですね。結構やってましたね。これでメーター周りの部材も全て製作して、この本体もいい感じに仕上がりましたね。こいつに取り付けていきます。後半戦スタートです。その前に、20日に、ドッキングライブをするんですが、その前に明日がね、このまま最終回となるんでね、ぜひまた明日土曜日の夜8時お願いします。このコンソールのね、一番メインとなるでしょう。このど真ん中の一つ取り付けました。いいんじゃないですか。何かね、もう完成形がね、想像できますよね。この上にね、ちらっと見える段ボール分かりますか？この中のね、ゴミみたいなやつ全部パーツなんで、これを全部取り付けていきます。これはど真ん中の一番上ですね。バイザーですね。この3つ目までね、瞬間接着剤使って取り付けたんですが、やっぱダメですよね。もう瞬間に本当にふっついちゃうんで、微調整がやっぱ効かないでね、やっぱタイトボンドに戻しました。とりあえずこの3つだけはもうつけました。これ分かりますかね？この上部にあるね、線というかライン、ちょっとここで本当は一段下がってるのかな？ちょっとね、はっきりよく分かんなかったんで、ラインで表現してみました。第1話のね、こいつ動くぞのところのね、あのシーンとね、見比べながら見てもらってもいいかと思います。もうね、2ミリはないですよね、多分。本当にね、細いものを取り付けました。本当はね、多分左右対称のしっかりしたラインをね、下地、書いとくべきやったんかもしれないんですけどね、いいかなと思ってそのまま行っちゃいました。どうですか？もうガンダムのあれですよね、本当に。この先ほど取り付けたラインの上にね、何かこう細長いなんでしょう、あれはランプなんでしょうかね、があったのを見たので取り付けてみました。何なんでしょうか、一体。そして一番下にビームライフル残量ゲージですね。これを取り付けます。
そしてね、その残量ゲージの下にね、四角いあれは何でしょうね、スピーカー的な感じのね、ものが両サイドついてました。なんかそんなような描写があるんですけどね、そこから音が出てるような、何かは分かんないですけど、多分それスピーカーでしょう、多分。そしてね、メインとなるメーター周りですね。これ一回仮置きしてね、一回こう、ちょっと配置を見ながら、一個一個つけていきました。何気なくね、こう置いていると思いがちですが、一応ね、こう木目の縦と横だけは揃えました。わかんないですけどね。しっかりね、左右対称となるようにね、自分の目を信じて、取り付けました。これでメインどころも取り付けられました。ちょっとね、ほっとした感じですね。この右側にね、ボタン2つ上下に並んでいるんですけども、アムロが一番最初に押したボタンじゃないでしょうか。下からね、同じだ、こいつかって言ってポンポンって押したんですよね。皆さんなら多分分かってくれると思います。多分ですね、このボタン2つ押した後のね、セリフも皆さんやったら答えれると思います。これはね、やっぱりいるかなと思って取り付けました。ここまでね、作り込めば、どう見てもガンダムのメーター周りでしょう。ね、さすがにそれ以外に考えられやんすよね。あとちょっと細かいところ、この上にね、2つね、縦というかちょっと斜めにね、線がこういっとったんですよね。何なんでしょうか、わかんないですけど、ちょっと印象的やったんで自分の中で、取り付けてみました。そして最後、ここにね、トグルスイッチがあったんですよ。何なんでしょうね、これ。無線のなんかだと思うんですよね。これね、こう上下にね、トグルスイッチのこのボタンを押している描写がね、僕の中にちょっと印象的やったので、これも取り付けてみました。これでやっとメーター周り終了しました。どうでしょうか、皆さん。自分的には満足の出来ですね。ここまで作り込んどけやっていう感じだと思います。そして最後にね、この真ん中にこ
このくぼみに入るね大事なパーツ、これを作ってね第2部は終了とします。大事なパーツとはね、このコアファイターの操縦桿ですね。こいつを作っていきます。さっきの描写はね、第7話のコアファイター脱出せよのね、このねコアファイター乗って G でね負けとるアムロですね。ここのね場面結構ね、この操縦桿がね出てくるので、ここを何回も見てね、はい、研究しました。まあね、操縦桿なんでね、まあ絶対に動かさんとあかんすよねっていうことで、まあなんかいいのないかなってね、ホームセンターでこう探してたらいいのを見つけました。この割りピンなんですけどね、まあ、これをねつなげてね、この操縦桿のね軸にしてやります。軸は割りピン、まあ、合板でそれを包み込むようにね、まあ、隠すように、まあ、作っていきます。4ミリの合板の切れにこの1ミリちょいかな、2ミリなかったと思うんですけどね、この割りピンを挟み込むように、まあ、中にねちょっと割りピンが入る道を作ります。ガンダム製作では初登場かな、どうなんかな、ホビールーターってやつですね。まあ、これで水を掘っていきます。まあ便利な道具ですよこれも。割りピンが中心に来るように、まあ、2つのパーツを割りピンのまあ半分ずつ、まあ、掘り込みました。とりあえず動くし挟み込めました。とりあえず OK です。まあいつものごとく、まあ積層がね見えちゃうので、これも隠していきます。薄いものをね貼っていきます。まあ両サイドは貼り付けられました。まあこっちはね本体に刺す方なんで、まあまあ大体でというか、まあこんな感じで OK です。まあ、次は持ち手の方ですね。まあメインの方、まあ、これはねちょっとまっすぐじゃなくて少しねこう曲線に曲がってた方が持ちやすいんじゃないかなと。自分の方っていうか座ったこうね、分かりますかね。やもんでこう曲げてやりました。なんとかね曲げてね、こうだと多分持ちやすいと思うんですよアムロが。はい。で一応曲げてみました。まあね、こいつも曲げたものの、まあ同様に、こいつを隠すようにね、ちょっと曲がった合板を作っていきます。まあこういうのにね、答えないと思うんです。もうガンダムの中にもね、そんなしっかりと書かれているわけでもないですし、戦闘機操縦桿と調べてもね、まあ似たような形のものがね、まあいっぱい出てくるんで、まあまあ自分の思うようなものを作ればいいのかなっていう感じで作ってみました。今回の制作はね、特にね、ミニチュアの世界の制作のようでしたね。
なんか難しいんですよね。作ろうとしておるのがアニメの世界の中のものですし、使う部材は縛って合板ですしね。ミニチュアはミニチュアなんですけどね、本物に寄せていってないというか、本物が何なのかみたいなね、ちょっとまたわけわからんジャンルに到達してますよね、これ。いい感じに掘れました。難しいことはないんですけどね、ただただ目が疲れますね、本当に。曲がってて合わせにくいんですけども、なんとか貼り合わせていきます。やっぱこういう時、やっぱ指がね、もう少し細い方がいいですよね。しかも本当にもうカサカサや、本当にもう。なんとか合わせられました。芯のね、割りピンももうね、ほとんど見えないような状態で、いい感じに隠せたんじゃないでしょうか。これもね、例外なく積層を隠していきます。このね、めちゃくちゃ薄く削った合板を、水に濡らしてね、曲線にちょっと曲げて無理やり、貼り付けました。内側も同様に貼り付けていきます。あとはね、握りやすいように形を成形していきます。ちょっとよくわかんないんですけどね、握ったことがないんで、握りやすそうな形にしていきました。何回も削ってはみて削ってはみて、こんな感じかなこんな感じかなって、攻めていきました。あんまり削りしろもないんですけどね。このね、答えが合ってないようなね、こういう制作は楽しいですね。このコックピット内のね、制作は本当にいろんなものに縛られてね、結構窮屈なんですけど、こういうね、一つ一つはね、すごいこうやってね、こうやって動くか、こうやなとかね、なんていうんですか、それだけ考えときゃいいっていうか、ね、それは楽しいもんですよ。
だいたい持ち手の方も削れたんで、この軸になる方ですね、刺さっていく方です。ここもね、しっかりやっぱ面ぐらいを取ってね、形を整えていきました。どうですかね、持ち手。まあね、もっと細くいきたいんですけどね、もう限界ぐらいなんですよね。まあ持ちやすいような形じゃないですかね。どうなんかな。あとはね、なんて言うんだろう、ヘッドの部分ですか。このね、ミサイル発射のボタンのところですかね。ここを作っていきます。下刃はね、割りピンに刺さるように穴を開けました。もう本当に小さいのでね、もう合体させてから、成形していきます。このヘッドの部分もね、まあ正直よくわかんないんでね、まあ自分の思う通りに、思うままにですね、削っていきました。何回もね、自分で持って、ボタンがこう押しやすいようにって言いますかね。ちょっとよくわかんないんですけど、こういう雰囲気だろうっていう形で、作っていきました。とりあえず形にできました。ここにね、ボタン1個つけて終わりです。動きもね、いい感じでしょ。やっぱね、作ったらね、やっぱ自分で動かしたくなりますよね。本当に。今回ね、このボタンを取り付けて終了です。3部作にね、するつもりなくね、撮ってたのでね、中途半端な終わりなんですけども、これで第2幕は終わりとなります。次、最後の第3章、コアファイター編の最終回ですね。最終回もね、まだまだ残っとることがいっぱいありますでしょ。それをね、完全にクリアして、完全なコアファイターを制作していきます。ぜひね、次の最終回も楽しんでいただいて、次の週のコアファイタードッキングライブもね、お楽しみにいただけたらと思います。今回も長い動画でしたが、本当に最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、いいねとチャンネル登録、コメントもガンガン送ってください。どうもありがとうございました。